活動の理念はうちの事務所名っていうか、有空間設計室っていうか、その遊ぶっていうところに入っていて、でなんで遊ぶ空間かっていうと、やっぱりなんか遊びにはなんかそう一つのこう時間的な制約とか空間的な制約があって、でそこにもまたルールがあって、その中でこう最大限のパフォーマンスをするっていうか、それがなんかこう建築に似ているなと思って、でそういう時間や空間の中でそのやっぱ遊びにも秩序があって、ですごくそれがなんか僕は似ていると思ったんですね。で建築にもそういうような遊びの要素を取り入れて、遊びっていうのはまあその文化でもあるし、それでまあ有空間設計室っていう名前にしていて、それがまあ理念っていうか思いですね。はいまあ、設計のプロセスでいうとやっぱりすぐこう間取りに取り掛からないっていうか、まずはこう要望を聞いて、まあ、敷地を見て、それを少しこう自分の中にこう入れていく作業っていうか、すぐそのなんていうかな、分かってしまわないっていうか、すぐ理解して図面にしないっていうか、そういう時間を経てからこう手を動かすっていうか、そういうのがまず設計のスタートで、まあ、デッサンするみたいになんとなくこう最初は線が多いっていうか、自分でも分からないっていうか、先ほどのその遊びっていうか、その、まあ、偶然もこう引き入れるっていうか、その設計するタイミングも、まあ、朝早い時間とか、あんまりこう午後の疲れた時間とかにはあんまり始めなくて、やっぱりそのいつどこでやっても同じ答えになるってことは多分ないと思うんで、人間は。やっぱりこう自分のいい状態の時に設計をするとか、まあ、そういうのを自分の中にこう組み込んで、なるべくいいタイミングでいい出会いがあるように、いいイメージが湧くようにっていうか、そういうのを自分で調節をしながら設計をするっていうか、そういうのが自分のスタンスですかね。まあ模型でいうと、プランがある程度できて外観が分かってない状態で作れる模型っていうと粘土なんですね。寸法を決めないとこう紙やスチレンボード模型はカットできないので、ただ粘土はそれがなくてもこうなんとなく立体にできる、まあ3次元のこうスケッチみたいな。だから粘土で朝作り始めて夕方までなんとなくこうずっとこう形が動いているっていうか、それができるのがなんとなくこう自分に性に合ってるっていうか、決まったものを作るんじゃなくて、こうなんとなくその場所にどんなふうに存在させようかっていう、そこの場所の在り方みたいな、そのボリュームの在り方みたいなものを最初に捉えるときに、僕はなんかこう粘土模型が性に合っていて、それがなんとなくこう指先っていうか、こう身体感覚っていうか、こう手の感覚でこう作るっていうのはなんかこう自分の中でねこうフィットするっていうか、そういう感じですかね。なんかこう分からないものをこう探し出していく感じのそれがなんかこう偶然も含めてたまたまこう手をこう動かしたらこっちに削られて、そこでなんか発見するみたいなことがあったりするので、この時は割とこう立面も書いてて2回目ぐらいじゃないかなと思うんですけど、だから割ときちっとこう作れてますけど、最初はもうちょっとふわふわもうちょっとここまできちっとしてなくて、まだ僕の中でちょっとこれは特殊な方かな。こう例えばこう言葉とかこうラフなこうスケッチとかこういうのがあって、それで大体こうですね、このぐらいになったらもう作りますね。このぐらいの時にもこの上に粘土を乗せてこう作っていくと。でこれは2回目なんですけど、この時にこのスケッチの時に作ったのがこれですね。こう少しこう今とは違うんですけど、なので1回で終わりじゃなくて、その後またプランが少し動いたりして、でまたこう作ったりもするので、
割とただこうフリーといっても100分の1でスケールは当たってなんとなくラフで書いてあるので、これとこれでもだいぶこう進んでる感じですね。でこのぐらいの時にも粘土を作って、でもこの時にはもう断面の雰囲気は断面のこう感じはあってもこういう形は見えてない、まだ見えてないんですね。でこれでここに粘土をドサッと置いて、それでこう削ったりしながら、それでもうスケールでこうある程度はある程度測り、そんな正確じゃないんですけど、ある程度測りながら、でその場所にどんな佇まいが自然かなとか、周りに対してどうかなとか、水をどう流そうかなとかいろいろ考えつつ、例えばそのあり方っていうか、その存在の仕方っていうか、それをこう探すっていうか、そういう感じですね。だからこのぐらいで作って、またこれをCAD にして、でまた作ってとかで、そのぐらいでもうここからこう模型は紙の模型に、こういう模型に変わっていく感じですね。やっぱり毎回まちまち多少こう違いがあって、割と早くこう雰囲気が見えてくる時と、全く自分でも想像つかないっていう時と、やっぱりいろいろあるので、ただ大体こうフリーハンスケッチで101でこのぐらいになったらもう粘土を作りますね。まだ外観とか立面じゃなくても。大体大まかな高さがこのぐらいになりそうだとか、ある程度ラフなできたらこれを作って、それからまた自分の手でフリーハンドでスケッチなり、立面を起こしたりして、それをスタッフに渡して、今度はそれがCAD図になって、でそれをまたチェックして、それがまた101のこういう模型になってっていう、そういう繰り返しをしながらだんだんこう精度を上げていくっていうか、整合性を取っていくっていうか。大体そうですね。大体101ですかね。大体こう自分の手の範囲でこの辺のこう視野に入る大きさっていう感じですね、作っているのはね。多分建物が大きくてもこのぐらいで作る、粘土の場合は。やっぱりああしたいって思うのに間に合わなくなっちゃうので、大きいとその自分の思考とこうなんか気が付いてこうしたいって思うのはあんまり長いと、それでこう他の要素が消えて次に移りにくくなっちゃうので、それができる大きさっていうか、なので大きい時はもうそういう、紙の模型でやった方が、この大きさを平らな面を作ってたら、その平らな面を作るっていうその技術的なことに目がいってしまうので、目的はそうじゃないので、大きいと難しいと思うんです、粘土の場合は。なのでこのぐらいで作るっていうか。粘土の良さはやっぱり決まってないものをこう作れるっていうところにあるので、それがだから決まってないものがこうある程度短時間でこうできる大きさ。よく粘土だと外形の形だけじゃないかっていうふうに思われがちなんですけど、そうじゃなくてもっと骨格的なものを探している段階なので、粘土だからできる考え方とかその発見の仕方っていうのがあるので、やっぱりその素材によって違うと思うんですよね、発見するものも。出来上がってくるものも違うっていうか、朝から作ってるとずっと動いているので、だからこう屋根の描き方もずっと変わってるわけですね。何個も変わってて、そこでこうしっくりするものを探し出すっていう感じなので、それがはっきりも頭でも分かってるんであれば、もう粘土は作らないですし、初めからこう粘土を作る必要もないっていうか、建主さんと打ち合わせしてもどんな家になりますかっていうふうに言われても答えないようにしていて、それは無理すればこんなふうになるんじゃないですかと言えるんですけど、言わないようにしているっていうか、敷地を見てやっぱりこう自分の中である程度こうなんていうんですかね、そういういろんな条件を自分の中にしっかり溜め込んで咀嚼してからっていうか考え始めたいっていうのがあって、そういう時間がやっぱり必要です。それに粘土っていう素材も必要っていうかですね。
僕にとってはそれが必要だっていう、この敷地なんかもすごいこう細長くて三角形ですごい厳しい条件なんですけど、なんかこの時にいろいろやりながらこういう線が見えてきて、もちろんご家族が住まいとご主人のちょっとしたこう小さなオフィスがあって、それをこの小さなこの中に収めなきゃいけなくて、で普通にこうやると庭がなくなるんですよね。でこういう線が見つかってきて、でここにこう三角形のこう庭が漏れた時に、ここで車が置けて、ここで門扉があって、こう三角形の庭をつけてここで入るっていう、この線が見つかった時に嬉しかったですね。普通だとこう立てて、あともう本当に庭も取れなくて、なんか事務所があって車を置いて終わりってなっちゃうところに、こうするとここにこう大きな三角形ができて、手前が広い庭で奥が狭くなってるから、こうすごい距離感がある庭も取れて、しかも前提があってまた入っていって、でここからまた事務所と家に行けるっていう、この線が発見した時に自分なりに喜び楽しそうっていう、だからそういうなんていうかこう夢っていうか、やっぱり厳しい条件でも何かしらそういう精神の夢とか思いとか、そういうものを、こっち側の夢も含めてなんとかこう発見したいっていうか、そういうのでだからなるべく早めにこう手を動かさないっていうか、手を動かしちゃうとどうしてもプランってやっぱ整合性を取ろうとするので、合ってきちゃう、合わせちゃうっていうか、だからそれ以外の条件がたくさんあるのに、その書いたものにすぐ合わせていっちゃうっていう危険性があって、なので最初はちょっとあえてこう書きたいところ書かずにこう溜め込むっていうか、でそういうことをこういろいろやって、これ見つけた時のこう喜びっていうかそういうのが。変わってないですね。手で触るところは少しこう原寸的なこうスケッチとか、51、31、10分の1、部分的にこう1分の1でこうスケッチで検討したりとか、やっぱりこう触るところはそのぐらいのイメージはありますね。であと僕の家の場合はやはりこう建築のスケールってあると思うんですけど、やっぱりこう家具のスケールっていうのがもちろんあって、それがこう混ざってる感じっていうんですかね。建築にも家具のスケールが入ってくる、ちょっとこう小さいスケールが入ってくるっていうか、僕自身も小さいっていうのもありますけどそういう建築のスケールで全部こう一から順まで作るんじゃなくて、少しこう家具的なスケールとか、こう人がこう触るスケールを建築の中にもうちょっとこう入り込ませるっていうか、混ざるっていうか、それはあるかなと思いますね。僕の先生がそういう抽象彫刻的なものを作っていて、で画家でもあって、で建築の知識もある、建築の勉強もしているっていう、その建築の学生に、造形の基礎演習みたいなことを、造形の基本を教えてくれるような先生だったんですけど、その研究室に残って、で僕もやっぱり助手として30ぐらいまでそういう世界にいて、なんていうかこうそういう造形物を作っていたっていうか、その時はやっぱりこう自分の手で実物も原寸まで作ってたので、やっぱり自分で考えて自分の手で自分で道具で自分で作るっていうか、建築の場合はもう図面描いてこう作ってもらうんですけど、彫刻の時はもう自分でこう最後まで作ってたので、その癖っていうかその感覚もあるかなとは思いますね。自分が作ってたものはやっぱり自分の身長ぐらいか、大きいもので3メーターぐらいのものまであったんですけど、彫刻といってもちょっとこう機能がある、ちょっとこう平面があってちょっと座れるとか、こうテーブル的になるっていうか、スペースデザイン的な、抽象的な彫刻というか、ちょっと機能があるみたいなものを作ったので、そのスケールの延長ってこともあるし、そうやってこう手で作ってきたっていうのもあるので、無意識にそのディテール考えてる時もそういうスケール感が出てるのかなと思ったりはしますね。割と僕の家はレベル差があって、
でそのレベル差でこう気持ちが変わったり、一つ段上がることでまたこう気持ちが変わるとか、フローリングからちょっと自分で言うとちょっと上がって畳があって、足触りもちょっと変わったりするじゃないですか。そういうちょっとその高さの変化でそういう領域を変えたり空間を作るっていうのはやっぱり日本の文化でも日本の建築の文化でもあるし、そういうレベル差の中でこう人の振る舞いとかその仕草っていうかそれもこう変わっていくっていうか、そういうものをやっぱり今の世の中でもうまくそれを使ってっていうかすると、こうただドーンとした空間ではなくていろんなこう多様な居場所が生まれるような気がして、内部でいうとそういうことは意識している。あともう一つやっぱり抜けっていうか風景を作るっていうか、家の中に風景を作るっていうか、例えばここから見てほしい、ここから一番だっていう家は僕はあんまり好きではなくて、こっち方向はいいけどこっちは見ないでねっていうことではなくて、いろんな家族がいろんなとこに自分の居場所があって、そこに座った時また立った時に見える風景っていうか、家の中にこうあちこちこうそういう風景を作るっていうか、風景って言葉が正しいかどうかわからないですけど、小さな風景を近景中景遠景じゃないですけど、近い緑遠い緑とか視線の抜けとか、あとはその先に光が落ちてるっていうか、その光もやっぱりこう明暗も、明るすぎず暗すぎずっていうか、明るいところと暗いところがあってっていうふうになんかそういうメリハリがあったりとか、それも大事にしてますね。もう一つ言葉で言えば奥を作るっていうのがありますね。家の中に奥を作るっていうか、玄関から入って奥のある家がいいなと僕の家も9坪だけど玄関から3階まで上がっていって、その一番奥にまた庭があるみたいな、その内奥を作るみたいな、そのなんかこう空間にひだを作るみたいな、それでこの小さな 9坪がそのワンルーム的なドンとした壁じゃなくて、そのひだの周りを歩いていってその何倍もの空間の体験をするみたいな、なんかアメーバーみたいな、アメーバーじゃない不思議か、なんかそういう表面積、狭さの中にそこにこう影ができるとか、そういういろんなものがこう重なってなんとなくこうなんかよくわからないんだけどなんか落ち着くなとかいう空間ができるのかなと思ってます。